動画をご覧の皆さん、こんにちは。今回は第10弾、据え置きソニックシリーズとしてはついに現れるブーストシステム、ソニックワールドアドベンチャーをレビューします。本作においてソニックの雰囲気やシステムは大きく変化しましたが、それはどんな変化だったのか。それでは始めます。どんな作品？ソニックワールドアドベンチャーは2008年11月18日に Wii、PS2、Xbox 360、同年12月9日に PS3、日本の方では Wii が12月18日、Xbox 360と PS3 が2009年の2月19日に発売となりました。で、人間と獣人がいる世界観を引き継ぎつつも、人間のデザインをアニメ調に合わせて、それに合わせてソニックたちの闘神を元に戻しました。脚本家はね、ここ長年関わっていた前川氏が外れたことによって、今までとは違った雰囲気でシナリオが展開されます。今作ではね、操作キャラがソニックのみとなりますが、昼はブーストを利用したハイスピードアクション、夜はウェアハックに変身した、伸びる腕を使った無双アクションのようなゲームとなっています。操作キャラが減った分ね、それぞれのソニックの一つあたりのアクション数はね、豊富になっております。これまでの作品と比較すると様々な面で作り込みが丁寧な印象です。そしてゲームとしての完成度もかなり高いと思います。本作は開発インタビューなどを見るとわかるのですが、とにかくね、限界に挑戦するというコンセプトで、いろいろ詰め込んだということからね、相当な対策となっております。良かったところ、ブーストソニックが完成したことですね。ブーストシステムは今後の作品を見ると今や当たり前ですが、エッジホックエンジンというものが完成したこの作品でね、基礎が完成です。そして、ソニックのスピード感という爽快感を引き出すために最高のシステムと言えるでしょう。これに合わせて、敵の配置やトラップも変わってきまして、とにかく速く走るだけのシステムに思われがちですが、ちゃんとトラップをね、かわしたり、ブーストをせずにスライディングをしてみるとか、そういった方法で罠をかわしてみたり、またジャンプしてね、別ルートに行くなどの楽しみもあります。今作に限りね、ブーストはレベル制となっており、最初はレベルが低いため、溜まりづらく、そしてブーストの速度もね、あまりないのですが、これはプレイヤーが慣れていくにはね、だんだんとステップをね、踏んでいけるという意味ではよくできていると思いました。そして最終的にはすごいスピードで走り抜けれるようになります。そして、Wii 版に関してですが、Wii 版ではね、このブーストシステムちょっと違いまして、使うと一定時間速く走れる、そして攻撃判定がつくようなシステムとなっております。こちらもね、使いどころを考えてショートカットを押したり、敵への対処に使用していきます。こちらはこちらでね、なかなか完成度の高いものとなっております。そして実在する国をモチーフに各国を走り抜けていくというのも、本作独自の要素となります。世界の景色を楽しみつつ、ステージを駆け抜けていけるというのはね、このゲームならではの楽しみ方になりますね。ちなみに街のパートもありまして、ゆっくり探索したり、アイテムを集めたりもできます。ゆっくりした探索などがね、楽しみという方にもお勧めできますね。そして B 版ではね、街の探索がありませんが、代わりに各国の遺跡に入れるようになっていますので、両方遊んでみるとね、世界観などの考察がはかどります。基地ごとにしっかりとした、その楽しみ方が用意されているというのはね、いいところですね。で、ストーリーですが、友情をテーマにしたものでね、感動的なお話となっております。登場人物は少なめとなっておりますが、その分キャラごとの役割がしっかりと与えられておりますので、これはこれでね、良い書き方だと思いました。で、ステージはね、メインに長いステージがあって、ただしね、仕掛けなどで言えばそこまで面倒なステージは多くはないかなという印象です。操作は難しいんですが、やりがいがあるね、ショートステージがそして2つぐらいね、各国に配置されていまして、難しい部分はね、そういった短いステージに集約しているというのもね、ゲームの練習をしていく上では役に立つのかなと思います。また、本作ではアイテムの収集が必須になっている点がありまして、ショートカットルート以外にもね、行ってみるという価値があります。初見時、うまくいけなかったなって場合とか、逆にショートカットに最初から成功しているようなところでもね、あえて遠回りしてみることで何か発見などがあるかもしれません。で、ここまでね、の作品で問題になりがちだった労働時間や所領地なんですが、今作ではね、比較的短めで所領地などもあまりありません。前々作にはね、難しくてコースが長い上に労働時間も長いということからね、
再挑戦するのに結構時間がかかってしまう印象でしたが、今作ではね、短いロードのおかげで再挑戦までの待ち時間は減っております。難しいコースもありますがね、先ほど話したようにショートステージのような存在があるおかげで、不思議と続けていきやすいゲームとなっております。で、夜ステージはね、バトルアクションが中心と思いきや、慣れてくるとね、いかに素早く仕掛けを動かしたり、ジャンプからダッシュなどをね、繰り返して、一部の仕掛けをカットしたりするようなステージとね、なっておりまして、慣れてくるとね、なかなか楽しいところがあると思います。悪かったところ、PS3、Xbox 360版になりますが、まずはね、コースの長さですね。前作などでも指摘したんですが、今作は相変わらず昼パートは長くて5分ぐらいで済むところが多いんですが、夜だとどうしてもそのね、ゲームテンポの関係もあって10分以上かかってしまう場合が多いです。特に序盤だとソニックのレベルが足りない関係で、攻撃力とかね、移動手段が少なすぎて、時間がかかるゲームとなっています。で、なおかつね、アクションも限られてくるので、単調になりがちで序盤で嫌になるって人は多いかもしれませんね。レベルに関してですが、レベルアップしていく楽しみあるものの、初期値とその解放していくものの多さがね、いっぱいあって不便なんですよね。レベルを上げるには、敵を多く倒してステージをクリアするとか、集めたリングで食べ物を買って食べるとか、そういうものが必要となるんですが、長く遊ぶ前提としてもね、初期のレベルの低さとレベルアップで解放していく要素の多さがありすぎて、それまでにゲームに飽きてしまわないかという問題はね、ありますね。特にストーリーだけ追ってみたいっていう方もね、ある程度レベルがないと厳しいところはありますし、あとステージ中に拾えるメダルを8割ぐらい集めないと話が進まない仕様があるので、これがね、なかなかに困るところですね。また最終ステージの問題として、普通にやってるだけでね、30分ぐらいかかる可能性がある、すごく長いコースがあります。このコース長いだけじゃなくてね、昼パートは大量に初見殺し、夜パートも数の暴力とかダメージトラップの多さからね、とにかくプレイヤーの残機が解けていきます。カンストまで持ち込んだとしても、クリアできない人も初見じゃね、いるんじゃないかと思います。さらに言うと、ここを突破した後のラスボス戦もかなり難易度が高いです。あんまり詳細的には話しませんが、難しい要素として独自の操作感のパートがあったり、大量の QT、受付時間が短いものを含めて、あと、とにかくボタンを押す回数が多いとかも含めて QT の厳しさ、そして制限時間付きの、パートなどね、そういったものが何段階もあります。さすがにね、このゲーム、エンディングを見るだけでも難しすぎるということが反省したのか、以降の作品では低難易度化が進みました。あとはミッションですね。ミッションといえば、ソニックシリーズとしてはね、もはや恒例なんですが、本作では敵を倒す、リングを集める、時間内にゴールするなどのお題があります。で、これまでは普通なんですが、問題としてね、このミッション、レベル1からレベル3までがあります。例えば、リングミッションのレベル1は100枚リングを集める。レベル3では300枚集めるっていう感じですね。最初に300枚取ろうが、これはレベル1しかクリアした判定にならないのでね。同じステージで遊ぶ回数が多くなり、少々面倒な要素となります。しかもね、1ミッションでステージの最後まで、ミッションは同時に受けられないということから、やり直す時間もね、かなりのものとなります。クリア時の結果から、これ、リザルトがね、ついて、例えば S ランクとかで埋めれば OK とか、そういう前提だとね、少し楽ができたんですがね。で、このミッション、ちょっと前に話したね、30分かかるかもしれないステージにも適用されています。恐ろしいことです。そして Wii 版独自の問題点ですが、あまりはないんですけど、強いて言うなら世界をね、回っていく楽しみがあるんですが、訪れない国がいくつかあります。そこの楽曲などはね、聴けないので、ちょっと残念ですね。そして残機のシステムに違いがありまして、収集アイテムを集めた後に残機を手に入れることで、初めて残機の初期値から増えるという仕様になっています。なのでね、あらかじめ残機を稼いでおくっていうことはできません。ただし、1コースが短いのが Wii 版の特徴なので、そこまでね、残機を大量に消費してしまっても、またすぐに戻ってこれるという問題は、点からね、そこまで問題ではないのかもしれません。まとめ。
ソニックの作風はここから大きく変わりました。近年では珍しい人間のいる世界観や世界各国をモチーフにしたステージなどもあります。ぜひともプレイしてもらいたいタイトルです。Xbox シリーズ X だとソフトのダウンロード販売でね、安く買える上に、さらにロード時間は大幅に短縮されますのでおすすめです。ただ、1ステージが長くてね、レベル上げなどの作業もあることから、ちょっとそこが面倒な上に、さらにこれが終わった後もね、高難易度であることが変わりないようなステージがありますので、クリアするまでお手軽にとはいかないのがね、ちょっと進めづらい点ですかね。まあ、ただ、ストーリーを見たいとか、軽く遊びたいっていう程度であったら、いろいろとシステムが簡略化されたり、ステージが短い Wii 版がね、おすすめです。Wii 版だとね、面倒な収集要素などがなく、エンディングまで行くことができます。それではね、ご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。